こんにちは。ギターの上谷です。今回はギターの持ち方っていうか構え方、あるいはギターを弾く姿勢全体についてお話ししようと思います。今までの動画で右手のフォームであったり、左の押さえ方、そういった話はしてきたんですけども、考えてみたらそもそもどうやってギターを持ったらいいのか、そこのところはちゃんとお話ししてなかったなと思ったので、今回はその点をある程度見直していきたいなと思います。今ある程度って言ったのは、これも今までの動画でもちょっと言ってきたかと思うんですけども、こういった話って結構個人差が大きくて、人によって構え方とかも意外と細かいところを見ると千差万別だったりするんですね。なのであくまでも目安というか参考までにっていうことなんですけども、そうは言っても、私もレッスンしたりする時にそれなりに基本の指針みたいなものはあるので、そういったことをお話しできればなと思います。で、実際今持ってるこの持ち方ですね。こうやって持ってるこの持ち方、これ大体私の基本の持ち方なんですけども、これで大体今までの解説の動画でも演奏の動画でも基本こうやってね、弾いたり話したりしてきたんですけども、実際はちょっとこれとは違うフォームで弾いてる演奏もあったりして、それについては後でお話ししますけど、まずこの基本の姿勢の分かりやすいポイントは、このサウンドホールが割と体の真ん中あたり、少なくとも、この中心の線のところにね、この左右ですね、これのほぼ中心あたりにこのサウンドホールが来るっていう、これは一つ目安にしてます。で、今この私のギターはこういう指示具がついてて、なので足台使ってなくてこういう感じでね乗っけてるんですけど、実際これこうやってしまえるので、今ちょっとこっちのカメラで撮ってるのでその映像も見てもらえば分かるんですが、足台にこう乗っけて、これをしまってこう乗っける。これでも基本は変わらないですね。足台を使うとこんな感じ、使わないでこの指示具でやるとこんな感じ。当然それがあんまり変わらないようにこの指示具をねつけてるっていうことですね。指示具もいろいろあるので、それについてはまた別の動画でお話ししたいと思います。この足のどこら辺にギターを置くかですね。で、私の場合は、この足の真ん中よりちょっと膝側ぐらいですね。ここら辺あたりに楽器を置いています。で、このままじゃもちろん弾きにくいですから、それをちょっとね体の方に傾けてくると。で、そうすると今この左足の上と右足、それからこの体の部分ですね。こことここと体と、この3点が今楽器に触ってますよね。で、ただこれで今手を離してしまうとこういうふうに落っこってきてしまうので、例えば左手だったり右手だったりで、もう一つこう支えてやらないと、この持ち方だとちょっと落ちてきちゃいます。で、基本的には私は右手でちょっとこう支えておいて、左手は割とフリーにしておくっていうのが基本の構え方なんですけども、この体からちょっと離すっていうのが私の場合はポイントになってますね。で、一つある程度体から離して、でこうやって傾けてくると、当然ギターの表面板は少し上向きになりますよね。で、これは体が割と背筋を伸ばして、あまりこういう風に前かがみにならないで持てばっていうことですけども、そういう風にすると、ちょっと楽器が上向きになります。で、これは素人考えですけども、その方が音がこう上向きに出ていくっていうんですかね。なのでちょっと遠くまで届きやすいかなっていう考えもあって、そういうふうにしてます。で、ただこういうふうに持ってても今言ったようにこういう感じでね、あまり前傾姿勢になると当然楽器も下向きに向くことになるので、これは姿勢と連携して考えないといけないっていうことですよね。この距離に関してはちょっとあんまり離しちゃうと不安だっていう、そう感じる人も
多いようですし、これはさっき言ったようにね、個人差ありますので、自分がある程度弾きやすく感じる場所に置けば基本的にはいいと思います。このサウンドホールがほぼ体の左右の位置での真ん中あたりに来るって言いましたけど、もう一つ正面から見た時に気になるのはこの角度じゃないかなって思います。どの程度傾けるか。私がある程度目安にしているのは、このナットの位置ですね。この白い棒、これナットっていうんですけど、これがほぼ目の高さぐらい。今ほぼ目の高さか目よりちょっと下ぐらいですかね。それぐらいかなっていうのが目安です。これもかなり背が高い人の場合は当然目線がもっと高くなってくると思うので、それは体の大きさによってある程度差が出てくるかなとは思いますけども、目安としてそれぐらいっていうことですね。で、楽器をどっちかっていうと横にっていうんですかね、こっちの方に傾けてくるとだんだん低くなって、であとこっからの距離が遠くなりますよね。あんまり遠くなるとちょっと手がね動かしにくいっていうこと。それとこの手の動かす角度ですね。これが割とこういう横方向に当然なりますよね。で、こういうふうに縦に持ってくるとこういう動きになって、体から遠いところが減って、割と近いところで動かすことができるっていうことですね。目線ぐらいに持ってきて少し縦気味にする。で、今、ここに置いた時の、こういう角度と、あとこの角度ですよね。この角度を見たんですけど、もう一つ実は特に正面から見た場合あんまりよくわからない角度っていうのがあって、それはこの角度ですね。これどういうことかっていうと、このヘッドが例えば目からあるいは頭からどの程度離れてるかっていうことです。これは本当正面からの画像だと大して変わってないように見えるかもしれないんですけど、今こっちのカメラから見るとある程度分かってもらえるかなと思います。私の場合は、今ほぼ体と楽器の表面板がほぼ平行になっているような角度です。これで傾けてくるとちょっと私にはここが近すぎて窮屈なので、こっち側を少し体に近づける。そうすると少しだから体に対して楽器が斜めになってるような形ですね。これはちょっと絵に描いたものを見てもらえると分かりやすいかなと思いますけども、楽器と体の角度が平行じゃないっていうことですね。なのでヘッドの部分が少しこっち側より体から遠い、体っていうかね、頭から遠い、そういう感じです。で、その方がちょっとここが窮屈じゃなくて弾きやすいっていうのが私の感覚ですね。ただ生徒さんにも基本的にはそういう形で説明してるんですけども、割とありがちなのは弾いてるうちにだんだんこれを引きつけてきちゃう。こんな感じでですね。これは多分心理的に指板が近い、あるいは指板が見える方がなんか安心感があるっていうことで、特に指板を覗き込もうとするみたいなことがあって、そのためにはあんまり遠いとね、ちょっと指板が見えないっていう、その不安感があるからじゃないかなって思うんですけど、こういうふうにね、ちょっとネックをね、体の方に近づけてしまう。結構こういうふうになっちゃうことが多いように感じます。何が良くないかっていうと、まずちょっとここが窮屈になって、割と手首がね、こういうふうに曲がったりして、手首に負担がかかる弾き方になっちゃう場合が多いですね。そもそも体の使い方っていうのを考えた時に、肘の位置ですね。肘の位置。これが体より前にあった方が動かしやすいっていうのはあります。今ほぼ体と同じぐらいのところに肘があります。でそれよりさらに引いてきてしまうと、ここあんまり自由が利かないですよね。窮屈な感じがすると思います。
実際ここまで楽器をねこんなに近づけちゃうっていうことは普通はないと思いますけども、この手の動きを楽にするためには体より肘を前に持ってきた方がいいっていうことですね。でここの空間ですね、このネックと、それから今こういうふうに構えた時、この腕の部分ですね、ここの部分のちょっと三角形みたいな形になるんですけど、ここの三角の部分を広く取るっていう感覚を大事にしています。このヘッドがですね、あまり体に近くなりすぎないようにっていうことですね。ここは割と気をつけてるポイントですね。で、あとさっきちょっと姿勢っていうことも言いましたけども、楽器を持ってね、持ち方は今言った通りなんですが、体の方はじゃあどういうふうにしとくのがいいのか。基本的には割と私の場合は背筋は伸ばして引く、こんな感じですね。これは単純にパッと見割と見た感じがすっきりしているかなっていうことがありますし、あとさっきも言ったようにこの持ち方で背筋を伸ばしていると楽器が割と上に向くので、音響上もそれはいいんじゃないかなって思ってるっていうことですね。で、あと、体はそういうふうにある程度背筋を伸ばして弾くとして、腕なんですけど、これは細かいところはね、今までの動画、右手のフォームとか左の押さえ方、そちらを見ていただければと思うんですけども、特に左手は弾いてるうちになんかこんな風に手首がねこんな風になったりしてきちゃうことがね結構多いんですね。で一番楽な形っていうのを考えるときに目安になるのはこうダラーンっていうかブラーンとこう手を下げて、そのまんまこう持ってくる、割とそのまんま持ってくるとちょうどねこの真ん中、ネックの真ん中あたりに来るかなって思うんですけど、ここら辺に来たこの感じっていうのが一番脱力できてる状態かなって思います。それが大概ねここは普通まっすぐになってると思うので、なので左手の基本はあまり手首をねこういう風にしたりこういう風にしたりしないって言ってるのはそこなんですね。こう下げてそのまんま持ってくる。なので練習を始める時はこういう形ですね。あとやっぱりなんか力入ってるな、どうやったらいいんだっけっていう時は一旦こう下げてみるっていうことですね。でこうして持ってくる。で例えばローポジションの場合はこう、ハイポジションの場合はこうで、今腕の動きをちょっと見てもらいたいんですけども、肩をね支点にして動かす。あんまり良くないのはこういう風になんか手首から先だけ動かしちゃうみたいなね、そういう動かし方ですね。どこを見るとよくわかるかっていうと、この二の腕の部分ですね、ここがあんまり動いてないんですよね、これだとね。そうするとどうしてもここを曲げるようなでちょっと手首に負担がかかってしまう。流れによってはそういう押さえ方をすることもありますけど、基本的には今こういうふうにね、これは肩を意識する、肩を支点にする、ここから動かすみたいなね、肩は支点ですから動かさないんですけど、この二の腕の部分も一緒に動かす。ある程度特にローポジションに行った時にこういうふうにここから先だけで行くんじゃなくて、この二の腕の部分まで一緒に上げてくる。こんな感じでね、ここも一緒に動かす。こういうふうにね。というのを、姿勢としては意識するといいと思います。で、最初にちょっと私演奏動画でこういうフォームじゃない、こういう持ち方じゃなく弾いてるのがあるって言ったんですけど、それはこんな感じで実は弾いてるのがいくつかあるんですね。特にこの指示具をつけてると右に割と乗せやすい、右足上げなくても乗せられるので、私は割と練習の時も
こっちに置いて結構練習したりします。なんか言ってること違うじゃないと思うかもしれないんですけど、実際構え、特に今こうやって見てもらうと左手のねここをなるべくまっすぐにするみたいなことはあまり変わらないので、こうやってこう持ってきてそのままこっちにね持ってきてみたいな形でね弾けるんですね。ハイポジションの難しい押さえとかそういうのはこのスタイルではねちょっと難しいなって思ってます。でも例えばこういうねあんまりこのくらいのハイポジションだったら別にこんな感じでハイポジションでもそこまで難しくなければ全然これで弾けますし、こっちで弾いた方がちょっと気楽に弾けるみたいなところは私の場合はあって、力が抜きやすいっていうんですかね。こっちで弾いたりすることもあります。というわけで、もう一度持ってみると、ちょっとね膝寄りぐらいに置いてこう傾けて、で少し右手でこっち側をね体に引き寄せる。そうすることでこっち側ヘッド側を体から少し離す。そんな形で私は楽器を持っています。いかがでしたでしょうか。今回はギターの持ち方、構え方、あとは弾く時の基本的な姿勢ですねについてお話ししました。いつものようにご感想やご意見、ご要望、ご質問などありましたらぜひコメント欄にお書きください。よろしくお願いします。ではまた皆さん、楽しいギターライフを。